こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は未経験から翻訳者になる方法についてお話ししたいと思います。以前翻訳者になる方法という動画を作りました。その動画の中で翻訳者になる方法っていうのは幾通りもあって、ちょうど芸能人の方がオーディションを受けながら役を勝ち取って、キャリアを積み重ねていくのと同じように、翻訳者の場合もトライアルというのを受けながら、少しずつ実績を積み重ねて、翻訳者のキャリアを、作っていく、築いていくんだっていうお話をしました。キャリアを築いていく上で思い浮かべるべき全体像っていう形でお話をしたんですけれども、まだ未経験でね、翻訳業界に足を踏み入れてない方っていうのは最初の仕事を獲得する段階で、大きな壁にぶち当たっている人が多いんじゃないかと思います。なぜかというと、仕事を獲得するためには翻訳会社の担当者さんに魅力的に見える履歴書を送って、でそしてトライアルっていうのを送っていただかないといけないんですけれども、最初からその履歴書に書くことがないとですね、トライアルを送ってもらえるところまでも行き着かないと、つまり英語で言うと Catch-22 の状況が発生するということになります。英語を勉強してらっしゃる方だったらCatch-22 ってご存知かもしれないんですけれども、簡単に説明しますと Catch-22 っていうのは、1961年に発表された小説を、元にしたイディオムなんですけれども、一つの条件、つまり経験がなければいい仕事に就けない、でも仕事をもらえなければ、いい経験が積めないというね、そういう抜け出せないジレンマ的な状況のことを、Catch-22 というふうに呼んでいます。で、その Catch-22 から抜け出すためには、履歴書に書けるような実績を積まなきゃいけないわけなんですけれども、今回はその最初の仕事を獲得するために何らかの経験や実績を履歴書に書かなければいけないので、その未経験というところから履歴書に書ける実績を作る方法についてお話ししたいと思います。実績を作る方法は全部で5つあります。まず1つ目、これは翻訳コンテストに応募するということがあります。一例を挙げるとですね、JAT、Japan Association of Translators、日本翻訳者協会で、こういうような団体では、毎年新人発掘のために新人翻訳者コンテストっていうのを開催しています。これは英日日英両方で開催されていて、応募は無料です。で、優勝するとですね、IJET っていう国際会議があるんですけれども、そこに無料で招待してもらえるという特典があります。新人の方だけを対象としたコンテストなので、ベテランの方に混じって不利になるということもないので、ぜひ挑戦してみられたらいいんじゃないかなと思います。2つ目は、アメリアっていう翻訳者向けのネットワークがあります。ここでも翻訳コンテストというのが開催されています。通常アメリアっていうのは有料会員登録をしなければ利用できないサービスなんですけれども、翻訳コンテストに関してはお試し会員登録をすれば参加できるというふうに聞いています。ですのでこのようなコンテストを利用するのもいいかと思います。その他にですね、イカロス出版、通訳翻訳ジャーナルを出しているイカロス出版のその通訳翻訳ジャーナルで市場翻訳コンテストっていうのを毎回やっています。で、こういうのに応募するという方法もありますし、あとはイングリッシュジャーナルとか英次郎とかを作ってるアルクっていうところでもアルク翻訳大賞っていうのをやっています。その他にですね、文芸翻訳家を目指していらっしゃる方だったらトランネットっていうサービスがあります。これは出版翻訳を目指している方のためのオーディションです。書籍の翻訳家っていうのに選ばれるとですね、で晴れてその翻訳をしてデビューということが可能になります。年会費が1万1000円かかるのかな。で、その他にですね、そのオーディションに応募するたびにその3300円だったら確か応募料がかかると記憶しています。私も一度1年ぐらいトラネット入会してたことあったんですけれども、
ちょっと産業翻訳の仕事が忙しすぎてですね、ちょっとオーディションに参加する時間が取れず、結局1年で辞めてしまったんですけれども、文芸翻訳家を目指していらっしゃる方だったら、そういった形でデビューを目指すっていうのも一つの方法なのではないかと思います。ここでは代表的なコンテストのみをちょっと取り上げてみたので、他にも調べてみればあると思うので、そういったコンテストに応募するというのがまず一つの方法です。2つ目はですね、検定試験に合格するという方法があります。JTF 日本、翻訳連盟が、主催している翻訳検定、これは1年に2回開催されるはずです。翻訳検定に合格して1級2級の認定を受けると、その協賛会社がトライアル免除で登録してくれるというふうに聞いています。その他に、これは確かサンフレアっていう翻訳会社がやってたと記憶してるんですけれども、翻訳実務検定 TQE という検定試験もあります。こちらも3級以上を取れれば、確かその会社の翻訳者として登録してもらえるというふうに聞いています。こういった検定試験は、いずれもインターネットで受験することができて、しかも受験料も1万円前後と手軽なので、気軽な気持ちで受けてみることができる試験なのではないかと思います。それで試験にも合格してトライアル免除で仕事がもらえるようになったらいいんじゃないかなと思います。ここまではちょっとコンクールとか、あと検定っていう風にお話ししてきたんですけれども、そういうなんか試験とか試されるのが苦手っていう方もいらっしゃると思うので、そういった方にも別の方法をご紹介したいと思います。その他の方法としてはですね、例えば派遣社員とか、そういう会社員になって翻訳を勉強するという方法があります。例えば貿易会社で働いたりとかすると、もちろん文書の翻訳っていうのも任せられるんですけれども、その他に例えば駐在員さんのお世話、アテンドみたいなのをしたりとか、あとちょっと会議通訳みたいなことをしたりとか、いろいろオールラウンドな仕事を任されて、そんなに翻訳だけの経験がそんなになくても採用していただける会社っていうのがあります。なので、そういう会社にまず先に入ってですね、そこで翻訳の経験を積むという方法もあると思います。4つ目の方法はですね、翻訳学校に入って、いい成績を収めて、そこから翻訳学校が提携している翻訳会社とか、卒業生がたくさん働いている翻訳会社から仕事をいただくという方法があります。翻訳学校の中には卒業生を優遇して取っている翻訳会社と提携している場合とかっていうのが結構よくあるので、そういったのをちょっと調べてみてですね、翻訳学校でいい成績を収めて、そこから仕事を紹介していただくという方法もあります。それから最後、ボランティアで翻訳の経験を積むという方法があります。ボランティアっていうと東京オリンピックのボランティア通訳さんとか、そういうのを思い浮かべる方が多いんじゃないかと思います。ボランティアっていうのはお金いただけない代わりに経験を積ませてくださるっていうものなので、経験のない方でもちょっとお試しみたいな形で始めることができてとてもいいと思います。オリンピックに限らず、例えば映像翻訳者を目指していらっしゃる方だったらTED とかなんかもボランティア翻訳者を使っています。そのような形で履歴書にできれば履歴書に書いた時に入るようなネームバリューのある団体とか、そういうところでボランティアができたらすごくアピールできると思うので、そういったので探してみるといいと思います。インターネットでボランティア翻訳で検索するといろいろ出てきますので、その中で自分に合ったボランティア経験っていうのを探してみるっていうのも、いいんじゃないかなと思います。今回は、具体的に未経験の状態から翻訳者になる方法についてお話ししてきました。翻訳のキャリアっていうのは小さな点をつなぎ合わせながら、前に進んでいくものです。ですから言ってみれば、今皆さんが今ここに いらっしゃる場所でも何かできることがあるはずなんです。例えばその翻訳学校の資料を取り寄せるでもいいし、私の他の動画を見るでもいいし、英語の勉強をするでもいいし、何かこの点をつないで前に進んでいくために今の自分にできるということが何か一つ必ずあるはずです。
なので今の自分にできることは何だろうっていうことをちょっと考えて、早速今日から実行に移してみるといいんじゃないかなと思います。そのような点をね一つ一つ地道にこう紡いでつなぎ合わせていくと、その延長線上に、翻訳者デビュー翻訳者のキャリアっていうのが開けてくるのではないかと思います。翻訳を勉強していらっしゃる方の、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.